ご視聴ありがとうございます。今回は今年3月に延伸された路線の今に迫ります。赤字路線の 1.6 キロが起こした革命と想定外の事態、プラス面だけではない余波に注目です。ここは九州最大の都市福岡の拠点、博多駅です。新幹線をはじめ JR 各線はもとより、福岡空港から伸びてきた福岡市地下鉄空港線が乗り入れる巨大駅であり、終日混雑しています。地下1階の改札を入り、地下3階にあるホーム階を目指します。2階分降りるとはいえ、エスカレーターが結構長いですね。ここは空港線ホームの一番端。空港線は南北に走る JR 線と直角に交差しており、両端とおおむね中央あたりに改札があります。ただし、今回乗るのはこの路線ではありません。ここから折り返した場所にある連絡通路の先、七隈線です。福岡市地下鉄の路線図がこちら。空港線と箱崎線、七隈線の3つがあります。このうち空港線と箱崎線は線路がつながっており、空港線の列車は JR 筑肥線に乗り入れています。それまで福岡市内を走っていた西鉄の路面電車を置き換える形で整備が始まり、1981年に最初の区間が開業、93年までに空港線と箱崎線が全通しています。これに絡む遺構を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。一方、七隈線は博多駅で空港線と接続しているものの、線路は独立しています。また、先の両線とは規格も違い、リニアモーター駆動を採用して車両を小型化したミニ地下鉄と呼ばれるスタイルで、開業したのも2005年のことです。今では博多駅まで繋がっている七隈線ですが、この時開業したのは橋本天神南間だけ。これは延伸計画が決まっていなかったことも大きく、福岡有数の歓楽街である中洲を経由して埠頭まで結ぶ案や、役員で分岐して博多駅まで通す案もありましたが、最終的に今のルートでの延伸が決まりました。このような経緯もあってか、七隈線の起点は博多駅や天神南駅ではなく、橋本駅となっています。94年に免許申請した時の需要予測調査では、2006年度に1日平均15万人ほどの利用客数を想定していましたが、この数字は下方修正と未達成が続きます。2002年には2005年度に1日12万人弱に下方修正され、黒字化は15年度、累積債務の解消は26年度の予定になりました。しかし、開業翌年度の実績はおよそ4万4千人で、見直し前の3割、見直し後でも半分に届きませんでした。福岡市では収支計画を見直し、これによって黒字化は2029年度、累積赤字の解消は2069年度と大幅に後ずれすることになりました。見直し後の予測は2015年度に達成したものの、当初予測の半分程度で推移する厳しい状態が続いていました。ちなみにこの路線、名称は一般公募で決められました。城南枠の名前で、かつて存在した西鉄福岡市内線の路線名でもありました。そして福大は路線の真ん中あたりにある福岡大学にちなんだものでしたが、七隈が鎌倉時代からの歴史ある地名なこと、路線の真ん中に近いことなどから、七隈線となっています。そして天神南博多間 1.6 キロが開業したのは、開業から20年近く経った今年3月。途中には一息できました。当初450億円とされていた事業費は、物価上昇や駅施設の利便性向上などによる影響がおよそ88億円、16年の道路陥没事故の影響がおよそ49億円などで、トータル587億円にまで膨れ上がっています。今回延伸された区間の様子と、この区間がもたらす効果を、これから見ていきます。真新しいこの通路は後付けで、通路と被らない上の方には改札とホームをつないでいた階段が残っており、改札口からも見ることができます。もう一段深い階層におります。この階層からは改札階直通のエレベーターがあり、空港線ホームをショートカットして行き来できるものの、七隈線のホームまではまだ距離があります。右側には点滅するライトのついた案内サインが。ここで動く歩道に乗ります。壁面にはワクワク感の漂う文言も。エスカレーターのヘリは七隈線方面が緑、空港線方面がオレンジで、それぞれのラインカラーで使い分けられています。動く歩道の終点で通路は再び曲がり、ここにも先ほどと同じようなサインがあります。ちょうど到着した列車から降りてきた人たちに遭遇です。七隈線のホームはこの下にあり、
この階段エスカレーターがホームの端に当たります。博多駅を東西に抜けるために JR 線の真下にホームを作った空港線に対し、七隈線は JR 線の西側にホームを設けたため、ホームがずれているのです。なお、ここにある改札口は、冒頭で映っていた改札のすぐ後ろにある通路からも向かうことができます。改札口のサイネージでは、七隈線延伸を盛り上げる広告も出ています。ホームに向かいましょう。案内表示は4カ国語対応ですが、日本語と英語以外はテープが貼られたまま。何かあったのでしょうか。エスカレーターを降りて、地下3階の空港線ホームからさらに2階層下の地下5階にある七隈線ホームに到着です。停車しているのが七隈線の車両3000系。2005年にデビューした車両で4両編成17本が作られました。七隈線のラインカラーを押し出した外見ですが、先ほどの車両のように延伸に伴って製造された4本は水色が目立ちます。デザインはドイツの工業デザイナーによるもので、車内外とも独特な雰囲気。ミニ地下鉄ということで横幅も高さも狭く、網棚もありません。座席のモケットが1人分ずつ独立しているのと、上下方向に狭い固定などに JR 九州っぽさが感じられますね。七隈線の途中駅は右側にホームがあるため、運転台も右側です。運転台には使っていない間は立ち入れましたが、今では入れないようになっています。なお、駅長モニターがあるのは車両の両端だけで、ドアの上にはライト式の案内マップか LED 式の案内表示器があります。そしてこの七隈線、今は4両ですが、将来的に6両にできるよう建設されており、ホームの端が余っています。突き当たりの壁にある立派な額縁は、延伸によって福岡と博多のつながりが強くなり、町がさらに発展することを願ったものです。ここに名前がある高島市長は2010年から福岡市長を務めており、七隈線延伸は2011年に事業化が決定しています。そろそろ列車に乗って、隣の駅を目指します。最初の停車駅が、櫛田神社前。2分もかからず到着です。博多駅とは違い、随分狭いホームです。乗り込む人の列も折れ曲がっており、窮屈な感じのするホーム。終端部ではこれしか幅がありません。これはこの先で線路が左カーブしており、この辺りの幅を広くできなかったからです。ホームの後ろ寄りへと進みます。狭いホームはだんだん広くなり、途中にはベンチもあり、快適に列車を待てるようになっています。そしてホームの途中にある、このエレベーター。扉に近づくだけで作動し、自動で行き先階まで連れて行ってくれる優れもので、博多駅の乗り換え通路にも同じものがあります。扉の前に立つとエレベーターを飛び出し、ボタンを押さなくても自動で行き先階へ向かいます。もう少し後ろに行くと、ホームの終端です。近くで川をくぐるためか、ホーム自体は案外深い場所にあり、エスカレーターを乗り継いで改札階に到着です。正面にある改札はエレベーターから便利ですが、規模的に一番小さく、駅員もいません。その奥にある改札へ向かいます。途中には神社らしさを感じる装飾があり、通路と構内を仕切るガラスにもイラストが描かれているほか、さらに進んだ先には、ガラスのショーケースに収められた織物や置物なども並んでいます。なお、福岡市地下鉄の各駅に制定されているシンボルマークのうち、この駅のものは櫛田神社にちなんだものです。突き当たりの壁には神社テイストのイラストがありますが、この駅の特徴は神社だけではありません。それが駅の隣に陣取る商業施設、96年4月にオープンしたキャナルシティ博多です。2011年には増築され、延べ床面積25万平方メートルを誇り、改札を出てすぐの場所にある広告でも、七隈線からのアクセスの良さが強調されています。当初、駅名にこの施設の名前を付ける可能性も取り沙汰されていたものの、最終的に櫛田神社の名前に落ち着いています。駅名が決まった経緯は不明ですが、キャナルシティ博多は民間の施設であり、公営地下鉄の駅名には採用しづらかったこと、商業施設は名前が変わることがあるのが要因と言われています。ちなみにこの駅、外国人観光客も多い立地ではあるものの、案内サインは日本語と英語だけで、行きたい場所の最寄りがどの出口なのか分かりにくいことから、サインの回収が予定されています。地上の様子がこちら。画面奥が博多方面で、
ここで線路は左に曲がり、天神南方面へと進んでいきます。この線形なら、天神南寄りのホーム幅が狭くなったのも納得です。次の天神南駅に向かいます。このような急カーブは、線路が民有地に張り出す部分を極力減らして建設費を抑えられるため、ミニ地下鉄ならではといったところです。細かなアップダウンを挟み、2分もせずに天神南駅に到着です。福岡随一の繁華街ということもあり、乗車待ちの列が長く伸びています。他の路線への動線がホームの前寄りにあるため、この駅の停止位置もそちらに寄っています。駅名板は櫛田神社前駅の部分を後から貼り付けただけなので、本来ライトがついている側も消えています。今後どこかのタイミングで回収されるといいですね。改札階へ上がります。先ほどの2駅よりは古さを感じさせますが、白を基調とした清潔感ある内装です。ここが駅の端にある改札。すぐ先で線路が左に大きくカーブしているため、柱や天井の配置もそれに影響を受けています。そしてこの先にあるのが、福岡有数の規模を誇る地下街、天神地下街です。西鉄福岡天神駅の東、図では下にあるこの施設、七隈線と空港線の乗り換えにはここを通る必要があり、長さは450メートル。今は深夜なのでお店も閉まっているものの、時間帯によっては賑わう場所です。動く歩道もない中でこの距離は大変ですが、雨に濡れないルートであり、乗り換え客は1日平均で1万6000人を数えます。七隈線沿線から博多方面に向かう場合、今後はここを通る必要がなくなるため、延伸に合わせて施設をリニューアルするなど、迎撃体制を整えています。七隈線が延伸で博多駅に直結したことで、旅客流動にも大きな変化が出ています。開業前は目立った混雑はありませんでしたが、1日平均の利用客はおよそ 50% 増え、平日のラッシュ時間帯には混雑が目立ち、積み残しが出る区間もあります。各駅には混雑度マップが張り出され、オフピーク通勤などを呼びかけています。そしてこの混雑には、七隈線の規格も影響しています。空港線箱崎線の車両は普通の鉄道と同じサイズで、定員は6両で854人。一方七隈線は4両の上にミニ地下鉄のため車両が小さく、定員は378人。半分にも満たないのです。現在ラッシュ時は車両をフル稼働しているため増発は難しく、編成を増やすのも、車両基地の線路を増やす必要があるため、簡単にはできません。車両の増結も、地上設備の改修が必要なため同じです。これは延伸で利便性が向上したことに加え、沿線で運行する西鉄バスが減便したことも理由です。バスから地下鉄に乗客が移ることを見越して、市の中心部を走るキャナルシティラインは全廃、その他の系統も数十本が減便されています。実際博多駅との移動においては、地下鉄を利用した方が早くて安い区間も多いのです。また、西鉄バスの博多や役員エリアでは、利用者が最大2割減ったそうです。そして七隈線沿線には複数の大学や短大があり、延伸前は大学の近くに家を借りていた学生たちが、七隈線開業で博多方面からの移動が便利になったため、実家から通う事例も出ています。また、北九州市などの遠隔地から部屋探しに来る学生が減っているそうで、延伸はいいことばかりではありません。さらに七隈線延伸によって、天神と天神南の乗り継ぎ割引が廃止され、新たに初乗り運賃がかかることになりました。駅には振り込め詐欺防止のポスターにも見える告知が出され、利用客にアピールしています。従来より料金が高くなる事例が出ており、この場合はこれまで260円だったところ、天神南乗り換えが80円高くなり、博多回りだと210円高くなります。一方この経路で乗り継ぎ割引を維持した場合、経由次第で運賃が変わるため、案内がややこしくなります。最安になる経路に合わせると、今度は同じ運賃となるはずの別の区間と料金が異なってしまい、整合性が取れなくなります。東京や大阪などのように、改札内で乗り換えられる駅が多く、目的地まで複数のルートがある場合、最安の経路に運賃を合わせている都市もありますが、博多では乗車経路が特定できるため、乗り継ぎ制度を廃止して料金を計算することになりました。交通局では負担軽減のための施策を打っていますが、これは永続的なものではなく、実質的な値上げとなる乗客には頭の痛い話です。そしてこれまで利用客数の下方修正と未達成が続き、
黒字化や累積赤字の解消も遠のいた七熊線が、延伸でどこまで巻き返せるか、ここからが正念場です。良くも悪くも福岡にインパクトをもたらす、七熊線の延伸。その効果を見極めるには、まだ時間がかかりそうです。ご視聴、ありがとうございました。